FX 市場は24時間空いていますが、こうやって見てみると、よく動く時間帯は特定の時間に偏っていることがわかります。トレードするのであれば、こうしたよく動く時間帯を狙うと同時に、このような動きにくい時間帯を避けるということが重要です。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、トレードに最適な時間帯と避けるべき時間帯。FX トレードの魅力の一つは24時間取引ができることです。ただ24時間取引できるということはいつでも取引に適しているということは意味しません。むしろ相場には取引に適した時間とそうでない時間帯が存在します。これを知らないと無駄なところでトレードをして負けを増やすことにもつながります。今回の動画では FX の市場ごとの特徴と各市場ごとに取引に適した時間と適さない時間を解説します。最近 FX を始めたという方は必見の内容です。まずはおさらいとして3大市場について整理していきたいと思います。FX、為替のマーケットには3大市場と呼ばれるものが存在します。それが東京、欧州、ニューヨークの3つです。市場と呼んだり、東京時間や欧州時間のように時間と呼んだりします。まず東京時間なんですが、これ人によってはですね、日本時間の8時頃からを東京市場と呼ぶ方もいるかと思いますが、一般的にはですね、この株式市場が空いている9時から15時の間、この時間帯を為替の東京市場と呼ぶことが多いです。続いて欧州市場なんですが、欧州にはですね、大きな市場が主に2つありまして、それがフランクフルトとロンドンです。で、ヨーロッパの三大経済大国と言われるのが、ドイツ、フランス、イギリスなんですが、まずはヨーロッパ経済の U とも呼べるドイツ、フランクフルトの株式市場がオープンします。それが日本時間の16時。欧州でサマータイムが適用される時期の場合は日本時間の15時です。このサマータイムが適用される時間のことを夏時間、それ以外を冬時間と呼んだりもします。このフランクフルトの株式市場オープンに合わせて為替も一気に動き出します。で、後に紹介するロンドンが1時間遅れてオープンするので、欧州時間を2つに分けて16時を欧州オープン、17時をロンドンオープンと呼ぶこともあります。で、ロンドンがオープンする前の欧州時間のことをプリロンドンと呼んだりもします。はい、続いてロンドン市場なんですが、冬時間の場合は日本時間の17時、サマータイムの場合は日本時間の16時になるとロンドン証券取引所がオープンしますので、その時間と合わせて為替も一気に動き出します。これが為替でいうロンドン市場やロンドンオープンと呼ばれるものです。それからニューヨーク市場なんですが、ニューヨークに関しては為替と株式で2つオープンがあるというふうに考えるのがいいです。まずはニューヨークの銀行が開く時間帯ですね。ニューヨークの為替市場とも呼ばれますが、これが日本時間の22時、サマータイムの場合は21時にオープンします。そしてその後の株式市場のオープンが日本時間の23時30分、サマータイムの場合は22時半に続くといったように2つのオープンがあるというふうに捉えます。この三大市場に加えてニュージーランドとオーストラリアを含むオセアニア市場を加えて四大市場というふうに呼ぶこともありますし、これ以外にもですね、アジアであれば香港やシンガポールといった市場もありますが、規模と重要性の観点から東京、欧州、ニューヨークの3つを押さえておけば大丈夫です。これら3つの市場時間帯をチャートに表示したのがこちらです。紫が東京時間、ブルーがロンドン、そしてオレンジがニューヨーク時間というようになっています。このように見てみると、よく動く時間帯というのは特定の時間に偏っているということがわかります。トレードするのであれば、このようによく動く時間帯を狙うと同時に、動きにくい時間帯を避けるということが重要です。それではここからは各市場ごとの特徴について見ていきたいと思います。それではまずは東京市場の特徴からお伝えしていきたいと思いますが、東京市場の特徴を一言で言うとレンジです。で、よほど強い材料ですね。例えば日銀の金融政策発表があるですとか、FOMC の翌日とかでない限りはレンジ内に留まることが多いです。先ほども表示したこちらのチャートの紫の部分、東京時間のところを見てみると、全体的にですね、方向感がないということがわかると思います。また値幅の観点でもロンドンやニューヨークの値幅と比べると小さいということがわかると思います。はい、それから一つ前の日についても見ていきたいと思いますが、この日に関してもですね、やはり東京時間は方向感があるとは言いにくい状態になっていると思います。この日はですね、ロンドンもレンジの動きという風になっていますが、ニューヨークに入ると一転して、このように大きな値幅を伴った動きになっていることがわかります。はい。ただこのようなレンジ相場になりやすい東京時間の中でもよく動く時間帯というのはありまして、オープンから9時55分の中値決めまでは一番よく動きます。中値決めというのは金融機関が顧客である企業との為替取引で使用する為替レートの基準を決める行為です。為替レートは常に変動しますので、取引のタイミングごとに変わってしまうと、いろいろな手間も手続きも生じるということで、その日に使うレートを決めてしまおうというイベントが中値決めです。で、中値決めを過ぎると比較的値動きは落ち着いてきます。そして株式市場の昼休みですね。これが11時半から12時半までありますが、この時間帯は一般的には為替はあまり動かないという傾向があります。
今表示しているのが2024年1月16日の東京時間の5分足チャートです。この日はですね、東京時間も比較的よく動いた日だったと思うんですが、この赤のボックスで囲った部分が株式市場のお昼休みの時間帯になります。このようにレンジ相場を形成して、再びですね、昼休みが終わって午後のマーケットに突入すると、このレンジの上限の高値を超えていくという動きにつながっていることがわかると思います。為替市場というのは冒頭の図でも見たように世界各国でいずれかの市場が空いていますので、日本の株式市場が昼休みの間も為替取引はできるんですが、株式市場が昼休みということで市場参加者が薄い時間帯です。で、このような市場参加者が薄い時間帯というのは、チャートは綺麗に動いているように見えても、実はテクニカル分析が効かないといったことも多いです。で、テクニカル分析というのは多くの人が取引することで、そこに大衆心理が働くから機能するというものです。例えばチャートパターン一つとっても、ダブルトップという形状を多くの人が認識するからこそダブルトップとして機能したり、高値更新や安値更新一つとっても、それを重要なイベントと認識する人が多いからこそ、その後に押し目買いや戻り売りが発生することになります。そして東京時間の午後マーケットなんですけども、午後に関してはですね、一般的には午前に比べると穏やかな動きに終始することが多いです。このチャートがいい例だと思うんですが、この昼休みを挟んで前後の動きを見てみると、午前中の方が午後よりも大きく動いていることがわかると思います。それから東京時間によく動く通貨ペアなんですが、これはドル円とクロス円です。東京時間というのは日本が中心のマーケットということもありますので、日本の通貨である日本円を主軸としたペアがよく動くということになります。で、特に午前中はですね、オセアニア市場も並行して走っていますので、その関係からオーストラリアの通貨と日本円のペアである5ドル円もよく動きます。で、反対にですね、ドル円以外のドルストレート、ユーロドルですとか、ポンドドルですね、こうしたペアというのはそれほど動かないということになります。それでは最後にですね、相場がお休みの場合についてもお伝えしていきたいと思うんですが、イギリスが休日でロンドン市場が閉まっている場合、またはアメリカが休日でニューヨーク市場が閉まっている場合ですね、東京市場はいつも以上に値動きがおとなしい傾向がありますので、ロンドン、ニューヨークいずれか、または両方お休みの場合は、東京時間の取引を控えるなどの対応は必要だと思います。はい。また反対に日本が祝日の場合なんですが、東京時間とオセアニア時間が被ってますので、東京時間に取引するっていうことは可能なんですが、この時間帯はオセアニアの参加者、もしくは一部のアジアの参加者しかいなくて、市場が薄い時間帯になりますので、やはり取引には向かないということができるでしょう。ということで、ここまでのお話をまとめると、東京時間で最も取引に適しているのは、午前中の中値決めまでの間か、その後の午前マーケットということができます。また株式市場の昼休みはあまりトレードに適していない時間帯ということができるでしょう。全体的にレンジが多く動きも穏やかということで、動物に例えると静かに草をはむ草食動物といったイメージです。それでは続いて欧州市場について見ていきたいと思います。欧州市場の特徴を一言で言うと、トレンドが生まれる時間帯ということができます。先ほど東京市場のところでは、東京はレンジが多いというふうに伝えましたが、そのレンジをブレイクしてトレンドが発生していくのが欧州ロンドン時間となります。例えば今表示をしているのが2024年1月15日のドル円の1日の動きを5分足で表示したものなんですが、まず東京時間の動きを見てみると、オープン直後はこのように下落に転じたんですけども、そこから午後に入るに従ってですね、このオープンのところまで戻すような形となりました。結果的にこのラインとこのラインの間でのレンジ相場ということができるんですが、欧州市場が始まると、この東京市場のレンジの上限を一気に抜けて、そこからトレンドにつながるという展開の動きになっています。それから欧州市場がオープンして、特にロンドンがオープンしてからの注意点3つについてお伝えしていきたいと思いますが、まず1点目がロンドン市場がオープンしての初動の時間帯です。ここは欧州時間の中で最も値動きが激しいと言っても過言ではなく、日によっては上に下にと暴れ馬のように揺れ動きます。この時間帯を魔の時間帯と呼ぶ人もいるぐらいです。特に多いのが東京時間のポジションの損切りを刈り取りに行く動きです。ストップ狩りなんて呼ばれたりもしますが、この動きも非常によく発生します。はい。こちらのチャートが2024年1月8日のドル円の1日の動きを5分足で表示したものです。まず東京時間の動きを見ていきたいんですが、このオープンからですね、株式市場の終了のところまで下げの動きが継続した日でした。で、相場が下げているということは、この中を売っている人たちがいるということなので、そういった売り手勢力の損切り注文がどのあたりにあるのかということを少し考えてみると、例えばこういったレンジの上限のところであったりとか、ここの部分ですね、この中段の保ち合いみたいになって
っているところも、こういった高値の上のところにはですね、損切り注文っていうのが、置いてあるということが推測できます。はい。で、一方で今度は買い手の視点に立って考えてみたいと思います。売る人がいれば買う人もいるのが相場ですので、例えばこういった反発が入っている場所というのはですね、買い手が存在しているわけです。で、そうした買い手の損切り注文というのはどの辺に溜まっているかっていうと、こういった安値の下のところに溜まっているということが推測されます。では、欧州時間が始まってどのような動きになったのかっていうところを見ていきたいんですが、はい、まずこの青のボックスの左側の縁のところがプリロンドンと呼ばれるところですね。冒頭でお伝えしたフランクフルトの株式市場がオープンする時間というのがこの左側の縁のところになります。はい、そしてこの赤の縦線がロンドン市場がオープンする時間帯です。はい。で、この日の動きを見ていくと、欧州市場がオープンしてからまず上昇で始まりました。そしてロンドン時間がオープンしてその直後ですね、東京市場の売り手の損切りが溜まっているであろうという水準のところまで上昇し、今度はそこから一転して反落します。はい。そして下がったところから再び反発が始まって、この手前の直近の高値をブレイクする動きになったんですが、ここから上昇トレンドにつながっていくかというふうに思いきや、一気に下に降ってくるという動きになった日でした。このようにですね、東京市場で構築されたポジションの損切り注文を取りに行くという動きが非常によく出る動きですので、この点は欧州、ロンドン市場でよく出やすい動きとして知っておかないといけない特徴ということになります。今解説した損切り注文を取りに行く動きについて少し補足をしていきたいと思うんですが、よくですね、大口投資家が個人投資家のストップロス、損切り注文を狩るなんていう話を耳にしたことがある方もいるかもしれません。ストップ狩りと呼ばれたり、ストップハントと呼ばれたりもしますが、もちろんいろんな解釈があるとは思いますが、僕自身はですね、大口投資家が個人投資家の損切りを狙って動くとは思っていません。で、僕がここで言っている損切り注文を取りに行く動き、借り取りに行く動きというのは、大口対大口という意味で使っています。で、相場というのは今こちらに表示している絵のように、大口と大口がしのぎを削っている場だというふうに思っています。で、そこに個人投資家も紛れ込んでいるというイメージです。で、彼らの注文っていうのは莫大な金額なので、僕ら個人投資家がボタンを押したら注文できるみたいにはいきません。買い注文を立てるには、それに相応する量の売り注文が必要になります。ですので、例えば大口投資家 A が自分の買い注文を入れたいとした場合、それを通すためには売り注文が必要なので、その必要な相手注文が溜まっているところを目指して少しずつ相場を動かします。で、あるところまで動かすと、今度はそこには自分と反対方向の相手注文である大口投資家 B の注文があるので、それがある程度確保できたところで自分の注文をぶつける。そういった動きが起きてるんじゃないかなというふうに見ています。個人投資家の損切り注文もその過程に存在すれば結果的に同様に刈り取られるということにはなると思いますが、機関投資家や大口投資家は規模も圧倒的に異なる個人投資家のことは鼻から気にしてはいなくて、ましてや個人投資家を狙っているということもなく、単に相応の反対ポジションが得られる他の大口投資家の注文を追い求めて相場は動き回っている、そんなイメージを持っています。で、マーケットがオープンした直後というのは、大口投資家も処理しないといけない注文が多いでしょうから、今お伝えしたような値動きが発生しやすいのではというふうに見ています。さて、このロンドンの初動の時間帯、個人的な感覚ですが、オープンしてから1時間から1時間半くらいはこういった動きが多いです。で、もちろんオープンしてすぐに綺麗なトレンドにつながっていくということもあります。ですので、東京時間でたとえトレンドが出ているからといって、そのトレンドフォローでポジションを立てたりすると、そのトレンドで形成された損切り注文を刈り取る動きに巻き込まれたりするのはよくあります。東京の動きと欧州、特にロンドン以降の動きは別物と考えて、ロンドンに入ってから発生したトレンドに追従するなどといった対応が必要になります。それから注意点の2つ目なんですが、先ほど東京市場でお伝えした中値決め、同じことがロンドンでも行われています。東京中値決めのロンドンバージョンがロンドンフィックスと呼ばれるイベントです。時間帯は日本時間の25時、サマータイムの場合は24時。この時間帯は荒い値動きになることが多いことで有名です。特にですね、月末や四半期末、年末といった期末のロンドンフィックスは一層ボラティリティが高くなるので、この時間帯にトレードする方は値動きが荒くなることに要注意の時間帯となります。この理由なんですけども、期末の時期になると大口投資家がポートフォリオ調整を行うためというのがよく知られています。例えば大口投資家のポートフォリオが米国株式が 30%、米国債券が 20%、欧州株式が 30%、欧州債券が 20% だったとします。で、資産というのは保有していれば金額の上下変動がありますから、このバランスから乖離が発生すれば必要に応じて売買することで、このポートフォリオの資産配分を保とうとします。このポートフォリオの調整のことをリバランスというふうに呼ぶんですが、この売買によって為替の取引も発生します。例えばですね、欧州の株式を買うというときは、基本的にはユーロで購入す
することになりますので、手持ちの資金をユーロに両替するという処理が発生します。このリバランスに伴った取引が期末に集中しやすいので、値動きが荒くなりやすいという特徴につながっています。それから注意点の3つ目が昼休みです。欧州時間の中でもレンジになりやすい時間帯です。時間帯としては21時から23時。サマータイムの場合は1時間繰り上げた時間帯です。もうすぐランチタイムに入るかなって頃には新規にポジションを立てるのを控えたり、ランチ後に動き出すのを待つのが賢明でしょう。それから最後に欧州時間によく動く通貨について解説をしていきたいと思います。欧州通貨であるユーロとポンドと、それから米ドルですね。これらの通貨に関連したペア、例えばユーロドルやポンドドル、その他ドルストレート一般的に動きます。それからユーロ円やポンド円などの欧州通貨と日本円のクロス円ですね。さらに欧州とイギリスという隣り合う2つの地域の通貨ペアであるユーロポンド。これはヨーロッパでいうドル円みたいなものに該当しますが、このペアもよく動きます。で、ポンドは値動きが激しいというイメージを持たれている方は多いと思いますが、ユーロポンドはポンドクロスの中でも割と穏やかな方に入ります。で、ポンドを取引したいけど、ポンド独特の激しい動きが苦手という方は、ユーロポンドはスプレッドもポンドの中では狭い方ですし、結構面白いペアだと思います。僕は個人的には好きな通貨ペアです。以上、欧州時間についてまとめると、欧州とロンドンという2つのオープンがあるということ、トレンドが生まれる時間帯であるということ、全時間帯を通じて非常によく動くということ、それから注意点の1つ目としては、ロンドン初動は暴れ馬のように揺れ動く、東京市場の損切り注文を取りに行く動きを想定する。ロンドンの初動は分からなければトレードを避ける。それからロンドンフィックスは値動きが荒くなる。特に期末に注意。また昼休みはレンジになりやすいというものです。欧州時間は動物に例えると獰猛な肉食獣といった感じです。はい。それでは最後にニューヨーク時間の特徴について解説をしていきたいと思います。ニューヨーク市場は三大市場の中で最もよく動く相場です。市場の王様ということができるでしょう。通貨に関してはアメリカの通貨であるドルを中心にしたドルストレートやドル円を中心に幅広い通貨ペアで大きなトレンドが生まれる時間帯となります。またニューヨーク市場は指標発表やイベントと重なることも多く、そうした事情も大きく動く要因の一つでしょう。また値動きの特徴ですが、ロンドン初動と同様にニューヨーク時間がオープンした直後はロンドン市場もオープンしている時間帯ということもあり、最も値動きが活発です。またロンドン初動と同様に上下の乱高下の動きも発生しやすいです。今表示しているチャートが2024年1月25日のドル円の5分足チャート、ちょうどニューヨーク時間の近辺のデータを表示しています。オレンジのボックスがニューヨーク時間の動きなんですが、青のボックスで示したロンドン時間と重なっているということがわかると思います。まずニューヨーク時間オープンしてからの動きを見ていきたいんですが、このオレンジのボックスの一番左端の部分がニューヨークの為替のオープンとなります。まず為替市場がオープンしてから間もない時間帯ですね。このように大きな上髭が出ていることがわかると思います。この日はですね、ちょうど欧州の中央銀行である ECB の金融政策発表があったということで、このような大きな動きが出たということになりました。はい。そしてこの赤の縦線で示したところがニューヨークの株式市場のオープンなんですが、そのオープン直後ですね、今ちょうど5分足を表示してますが、このように上下に髭が多発する動きというのが確認できると思います。はい。先ほどニューヨーク時間はですね、指標発表やイベントと重なることが多いというふうにお伝えしましたが、そういった要素とも相まって、このような上下に揺れ動く動きが発生することが多いです。また欧州市場やロンドン市場が東京市場の損切り注文を狙うのと同様に、ニューヨークオープンで直前の欧州やロンドンの損切りを狙う動きが出ることも珍しくありません。例えばこちらのチャートは2024年1月9日のニューヨーク時間オープン付近のドル円の5分足です。この日は青のボックスで示した欧州ロンドン時間がレンジのような動きとなりましたが、ちょうどこの赤の平行線で示したところですね。これが欧州時間のレンジの上限下限です。レンジ相場ということで、こうしたレンジの下限の下のところであったりとか、レンジの上限の上のところには、レンジ内で売買している勢力の損切り注文が蓄積しているというふうに考えることができます。そしてニューヨーク時間がオープンしてから、欧州時間のレンジの下限付近にある損切りを刈り取ってから上昇しているということがわかります。続いて2つ目の例なんですが、2023年12月26日のドル円の5分足チャートを表示しています。この日は欧州市場がオープンしてからこのような上昇の動きが発生したわけなんですが、この上昇の動きに沿った買い手の損切り注文の位置について考えてみると、例えばこの欧州市場がオープンして直後のこの安値の付近であったりとか、一旦上がってこのように下がってきたところですね。この上昇の動きを見て下がったところで押し目買いを入れてきた勢力の損切りというのは、例えばこういった安値の付近に溜まっているということが推測できます。そしてニューヨーク時間オープンしてからの動きを見てみると、まずこのように下げる動きが出て、今お伝えしたような買い手の損切り注文が蓄積しているであろうところまで
で下げてきてからこのように大きく反発しているということがわかります。ですので一つ目のレンジ相場の場合はもちろんなんですが、欧州やロンドン市場でトレンドが発生した時でさえ15分足や5分足などの分足を基準にして損切りをタイトな位置に置いたり、少し含み益があるからといって分足基準で損切りを縦値に移動させていたりすると、ニューヨークのオープン前後はこうした動きに巻き込まれて損切りさせられてから狙った方向に伸びていくということになりやすいです。対策としては分足でのタイトすぎる損切りは置かないようにする、部分利確をする、ニューヨークオープンが近い時間帯での新規のポジションを立てるのは控えてオープンしてからを待つといったことが考えられます。はい、これに関しても個人的な感覚になりますが、ニューヨークの株式市場がオープンしてから1時間から1時間半の間はこうした動きが発生しやすいです。それからニューヨーク市場の2つ目の注意点なんですが、これは東京やロンドンと同様に昼休みの時間帯となります。日本時間25時45分から27時半の間は昼休みとなるので、この時間帯はニューヨーク時間で最も閑散となる時間帯です。日本時間では深夜ですが、この時間帯にトレードするという方は避けるのが賢明でしょう。ニューヨーク時間の午後になるとまた動き出しますので、その時間を待つのが望ましいということができます。ということでニューヨーク市場の特徴についてまとめると、まず為替と株の2つのオープンがあるということ、三大市場で最も大きく動き、トレンドを作り出す市場であるということ、指標発表やイベントと重なることが多いので注意。また値動き上の注意点なんですが、ニューヨークの初動は暴れ馬のように乱高下することも多い。ニューヨークの前の市場である欧州やロンドン、東京市場の損切り注文を取りに行く動きが発生しやすいという点、それから昼休みに関してはレンジになりやすいという点です。ニューヨーク市場は欧州時間よりもさらに強力な恐竜ということができます。それでは最後に各市場の時間帯をチャートに表示するインジケーターを紹介して今回の動画を終了したいと思います。このインジケーターは今回の動画の中のチャート解説で表示していたものと同じです。このインジケーターはトレーディングビューのコミュニティで公開されているインジケーターですが、これ非常に便利で僕も愛用させてもらっています。リンクは概要欄に貼ってありますので興味のある方は参照してください。また MT4 や MT5 をチャートツールに使っているという方も同じようなインジケーターがあると思いますので、ぜひ検索してみてください。インジケーターの使い方なんですが、まずこのインジケーターの設定画面を開いていただいて、日本時間ベースで各市場の時間帯を設定したいという方は、ここのタイムゾーンのところで GMT プラス9というものを選択してください。それからこのインジケーターでは4つの市場の時間帯を設定することができるようになっています。このようにセッション1のところに東京時間、セッション2のところにロンドン、セッション3のところにニューヨーク、セッション4のところに例えばオーストラリアのシドニーといったように設定することが可能です。試しに東京時間を設定してみたいと思うんですけども、今タイムゾーンのところ GMT プラス9にしましたので、これで日本時間ベースで設定することができます。東京時間の始まりは9時ですね。終了時間は株式市場の終了時間である3時というふうに設定します。ロンドンやニューヨークに関しても同じように時間帯を設定します。はい、そうすると各市場の時間帯がこのように色付きのボックスで表示されるといった具合です。他にもですね、細かい設定がありまして、例えばこのラベルですね、このロンドンとかニューヨークといったようなラベルを表示することも制御できます。ラベルを表示するときはここのチェックボックスをオンにして、それからラベルに表示する要素を選択することができます。それから各市場の時間帯を表示するボックスの色も変更することができますので、このあたりはお好みに応じて変更ということになります。その他にも色々と表示できるオプションがついてますので、その他の細かい設定に関しては概要欄のリンク先の文章を参照してみてください。それから上から2つ目のこのヒストリーというところの数字を変えることで、チャート上の過去何本のローソク足まで遡って市場時間帯を表示するかどうかを制御することができます。この数字を大きくすればするほど、より多くの過去のローソク足に対して市場時間帯を表示できるといった具合です。ただあまり多くの過去のローソク足に対して市場時間帯を表示してしまうと、パフォーマンスにも影響しますので、過去数日分だけ表示できればいいやという方はですね、この数字を適宜小さい数字に設定することで、直近の数日分だけ表示するといったことが可能です。またこの市場時間帯ですね、日足とか4時間足などの長期足に表示するとチャートが見にくくなりますので、5分足とかですね、15分足だけに表示すればいいという人は、ここの可視性のタブでインジケーターを表示する時間軸を制御することができますので、こちらについてもぜひ試してみてください。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。